こんにちは、ゆきです。前回までで全ての要素のモデリング、マテリアルの設定が全て終わりました。今回はケーキのシーン最終回ということで、ライティングやカメラの設定をしてレンダリングまで行きたいと思います。では早速カメラを設定していきたいと思います。今回はこちら側から撮っていきたいので、Shift プラス A からカメラを選択します。点キーの0を押してカメラのビューに切り替えたら、ビューの中のカメラをビューにチェックを入れます。マウスホイールを回して後ろ側に移動していきましょう。続いて焦点距離を 100mm に変更します。位置を調整してだいたいこんな感じの位置でいいかなと思います。こちらの机もうちょっとだけ GX で左側に移動しておきます。ではここまでできたら続いてピントを合わせる位置を決めていきたいと思います。カメラを選択した状態でオブジェクトデータプロパティから被写界深度にチェックを入れます。焦点オブジェクトはこちらのストロベリーに合わせてあげましょう。ではライトの設定をしていきましょう。ちょっと外側は別に見えなくてもいいのでビューポート表示から外枠を1まで上げておきましょう。N キーと T キーを押していらないものは隠したら画面を分割していきます。では左側でライトの設定をしていきましょう。点キーの7を押して上からの視点に切り替えたら R で回転して左の方から当たるようにしてあげます。続いて強さを下げていきましょう。かなり弱めでいいのでだいたい 0.5 ぐらいでいいかなと思います。角度ももうちょっと大きくして影をぼかしていきましょう。ではメインのライトを作っていきましょう。Shift プラス A からライトの中のスポットを選択します。点キーの1を押して正面からの視点に切り替えたらまずは G で左の方に移動して R で回転していきます。続いて点キーの7を押して上からの視点に切り替えたら G でだいたいここら辺の位置に移動して R で少しケーキの方に回転していきましょう。ケーキに合わせてライトを回転していきます。こんな感じでケーキより後ろ側からライトを当たるようにしてあげたらパワーを変えていきましょう。まずはだいたい400近くまで上げていきます。ちょっと影がくっきりしすぎているので半径をもうちょっと大きくしていきます。もう少しパワーを上げていきましょう。続いて今ライトの当たる部分が広すぎるのでスポットのサイズを小さくしていきます。今回はだいたいこんな感じの広さでいいかなと思います。では続いて今度木漏れ日のような光を作っていきたいと思います。まずはこちらのスポットライトを Shift プラス T で複製してそのままの位置に置いておきます。続いて半径をかなり小さめにしておきましょう。0.012 ぐらいの値でいいかなと思います。では今度シェーディングタブに移動していきましょう。まずはノードを仕様にチェックを入れます。そうしたら Shift プラス A から入力の中のテクスチャ座標とテクスチャの中のノイズテクスチャ、コンバーターの中のカラーランプを選択します。ノーマルとベクトル、係数と係数、カラーとカラーをつなげてあげましょう。カラーランプをリニアから一定に変更して白のカラーストップを左側に移動してきます。そうするとこんな感じでライトの形が変わってくるのでスケールを大きくしていって調整していきましょう。白をもう少し右に持っていってこんな感じで木漏れ日っぽいライトができてきたかなと思います。もう少し木漏れ日の部分こっちの方に移動していきたいのでライトの位置を移動していきましょうか。ライト2つとも選択して G で左側に移動していきます。R で回転してケーキにライトが当たるように調整してあげましょう。
では続いて今度こういう玉ボケを作っていきたいと思います。まずは Shift プラス A からメッシュの中の平面を選択します。RX90 で90度1回回転させましょう。点キーの7を押して上からの視点に切り替えたらカメラと同じぐらいの角度にしてあげて G で移動していきます。S で縮小していきましょう。こんな感じで調整して位置もカメラの方にもうちょっと寄せてあげましょう。だいたいこんな感じでいいかなと思います。ではシェーディングタブに移動します。このままだと何が何やらわからないのでカメラのビューではなくしておきましょう。では玉ボケ作っていきたいと思います。Shift プラス A からテクスチャの中のノイズテクスチャとコンバーターの中のカラーランプを選択します。係数と係数、カラーと放射をつないであげます。アルファにもつないであげましょう。リニアを一定に変更して白を左側に移動していきます。もうちょっとノイズを細かくしていきたいので細かさを15まで上げてスケールを大きくしていきます。カラーランプを調整しながらこの白い点々点を減らしていきましょう。ここからはカメラのビューで調整していきます。点キーの0を押しましょう。ちょっと玉ボケが薄いかなと思うので放射の強さを上げていきましょう。そうするとこんな感じで見やすくなると思います。カラーランプの白を右側に移動していくと玉ボケの量が減っていきます。玉ボケのサイズに関してはこのカメラとの距離で全て決まってくるので、例えばこの玉ボケ今これくらいのサイズなんですけど、もうちょっと近づけてあげるとこんな感じで先ほどよりも大きい丸に変わったかなと思います。なので玉ボケを小さくしたかったらこちらのケーキの方に近づけていくとこんな感じで小さい点々点に変わると思います。とりあえず今回は玉ボケ2種類のサイズを作っていきたいので、こちらの平面は Shift プラス D で複製してケーキの方に1枚近づけていきましょう。この2枚とも同じマテリアルで調整するのは結構難しいかなと思うので、それぞれ違うマテリアルにした方がいいかなと思います。片方は新規マテリアルで複製しておきましょう。ちなみにこちらの玉ボケの形なんですけど、丸以外もできるようになっています。現実のカメラと同じように絞りの形によってこの玉ボケの形は変わってくるので、こちらの絞りという部分のこの絞り羽というところの数値を変えていくと、例えばこの3だと絞りの羽が3枚なので三角形の形のこの玉ボケができてきます。4に上げるとこの四角の形、5に上げると五角形になって、6に上げると六角形の形に変わってきます。あと玉ボケに関するパラメータでいうとこの F 値ですね。この F 値を小さくしていくと玉ボケは大きくなっていきます。ちょっと見にくいんですけど、先ほど小さかったのはだいたい中ぐらいの大きさになって、中ぐらいのは大きくなっていきます。逆に F 値上げていくと全てにピントが合ってくるので、こんな感じで玉ボケが小さく、この形も丸じゃなくてこの先ほどのノイズテクスチャで作ったこのノイズそのものの形が見えるようになってきます。なので綺麗な丸にしようと思ったら F 値はある程度下げておいた方がいいかなと思います。こんな感じで玉ボケの設定も終了しました。ちょっと机に傷がつきすぎているような気がするので、机の濃度だけちょっと調整してあげましょう。この縦向きの傷は一番最後につけたこのバンプにつながっているカラーランプで変えることができるので、黒と白もう少しだけ左側に移動しておきます。だいたいこんな感じの量でいいかなと思います。では続いてコンポジットの設定していきましょう。ノードを仕様にチェックを入れます。そうしたらビューレイヤープロパティからデノイズデータにチェックを入れましょう。Shift プラス A からフィルターの中のデノイズ、この間に入れてあげます。続いてカラーの中のミックスを選択してこのデノイズの後ろに入れてあげましょう。
デノイジングノーマルとノーマル、デノイジングアルベドとアルベド。続いてこちらのレンダーレイヤーの画像をこの画像につないであげます。デノイズの割合がだいたい8割ぐらいがいいかなと思うので、係数は 0.2 に変更しておきます。あとは色を調整するためのノードも少しだけ入れておきます。シフトプラス A からカラーの中の露出と、あとは輝度コントラストを選択して間に入れておきましょう。あとはこの画面で調整するためのノードを出力の中のビューワーを選択、画像と画像をつないでおきます。ではここまでできたらレンダリングしていきたいと思うので、レンダープロパティで設定していきましょう。サイクルスで実験的。あとデノイズは今回デノイズノードを使うので切っておいてください。最大サンプル数、今回リアル寄りなのでそこそこ多めの方がいいかなと思います。普段だとこの4096でレンダリングすることが多いんですけど、512ぐらいあれば多分綺麗に映るかなと思います。ではファイル保存しておいて F12 を押してレンダリングしてみましょう。レンダリングが終わりました。こちらのウィンドウは一度最小化で閉じていきます。ちょっと画像大きすぎるので V を押して小さくして Alt とマウスの中ボタンを押しながら左側に置いておきます。では一度露出の値を大きくして明るくしていきましょう。とりあえず1ぐらいに設定しておきます。コントラストも上げていきましょう。もうちょっと露出下げておきます。あとはこの暗い部分もうちょっと明るくしたいので Shift プラス A からカラーの中の RGB カーブを選択します。どこでもいいので間に入れてあげてください。この画像の中で暗い部分がこのカーブの左側に当たるので、まず左側をクリックしてちょっと上の方に上げたらまた左側クリックして一番下のところに置いておきます。もうちょっとだけ暗いとこ明るくして、そうすると中間やハイライトもかなり明るくなってしまうので、真ん中ら辺をクリックしてこちら真ん中の方に置いていきます。コントラストが下がってきてしまったので、もうちょっとだけ上に上げておきましょう。こちらにも点を入れてもう少し上に上げておきます。あとはもう少しだけコントラスト上げていきましょうか。もうちょっとだけ暗い部分は暗くしておいて、あとはもうちょっとだけノイズの量を増やしたいので係数の値少し上げておきます。そうですね、だいたいこれくらいでいいかなと思います。あとはちょっとだけ修正したい、こういうロゴの部分が見えなくなったりちょっと下すぎるかなといったところや、ちょっと玉ボケ多すぎるのでこういうところを調整していきたいと思います。またレイアウトの方に戻って調整していきます。とりあえずこのロゴの角度を変えていきましょう。あんまり正面すぎても変かなと思うのでライトが当たる感じの位置にしてあげます。角度ももう少しだけ急にしてあげます。こちらは少し上に持っていって、あとは全体的にもう少しケーキの方にズームアップされていてもいいかなと思ったので、それも調整していきます。コントロールとマウスの中ボタンを押しながら移動していくと細かく調整ができるので、そんな感じで調整してあげましょう。これくらい近い方が可愛いですね。あとはちょっとだけこの手前側の方の玉ボケ少なくしていきます。白を右側に移動していくと玉ボケが減っていきます。こちらの奥側ももう少しだけ玉ボケ減らしてあげます。もう一回レンダリングしてみます。こんな感じなんですけど、ちょっと全体的にまだ明るかったですかね。コンポジットの方で露出の数値下げていきます。
あと机のカラーもうちょっと濃いめの方が良かったかもしれないので、そこを調整していきます。机の色変えたら、この傷の色も変えておきましょう。もう一度レンダリングしてみます。先ほどは全体的に明るいカラーだったので、ちょっと良くなったかなと思います。では、あとは、いちごのサイズ、もうちょっと大きい方がいいですかね。いちごのサイズとか、このロゴのサイズ、もうちょっとだけ大きくしてみます。クリームももう少しだけ大きくしておきます。こちらのイチゴの形もうちょっとだけ変えましょうか。あと机もうちょっとだけ狭くしましょう。GY で移動していきます。いちごも調整していきます。
ちょっとマグにかぶるぐらいにしておきましょうか。机のこの高さ、厚みももうちょっと調整します。GZ で下ろしましょう。じゃあ一回レンダリングしてみます。さっきよりもケーキのバランス良くなったかなと思います。あとちょっとイチゴが貼り付けた感があるので少しだけノイズ乗せましょうか。ケーキのこちらですね。このノードのここら辺にこちらに、RGB ミックスを加えてあげて、ノイズテクスチャを Shift Ctrl D で複製、係数と色2をつないであげます。ちょっと見にくいと思うので、こちらとこちら選択してスラッシュで他は隠しておきます。こちらのノイズテクスチャの割合もうちょっと下げたいので係数は左側に寄せていきましょう。もうちょっとノイズ細かくていいので粗さは 0.7 から 0.8 ぐらいにしていきます。あとはそうですね、今全体的にへこんでしまっているので膨らんでいるところとへこんでいるところを出していきましょうか。こちらの RGB ミックスを Shift プラス D で複製してこちらに加えてあげます。ノイズテクスチャを Shift Ctrl D で複製してカラーランプを Shift プラス D で複製します。係数と係数、カラーと色2をつないであげましょう。では一度こちらのカラーランプを黒と白に変更して B スプラインはリニアに変更します。係数は1回1に変更しましょうか。粗さを 0.5 まで下げてスケール小さくしていきます。加算をもうちょっとだけプラス側に移動していきましょうか。そうするとケーキより膨らんでいる部分とへこんでいる部分ができてきたかなと思います。あとはこのミックスの係数調整してノイズの比率を変えていきましょう。細かさはこんなにいらないので2ぐらいでいいかなと思います。もう一度係数1にして見た目を変えていきましょう。ちょっとノイズが細かすぎるのでスケール下げていきます。もうちょっと細かさ5ぐらいまで上げておきましょうか。ではミックスの係数を下げていきます。こちらの加算濃度を調整してカラーランプも白と黒をちょっと近づけてよりくっきりはっきりボコボコっとした感じに調整していきます。あんまりでもボコボコさせるといちごの表面が包丁で切ったはずなのにデコボコがありすぎてしまうのです。だいたいこんな感じでいいかなと思います。もう一回レンダリングしてみましょうか。レンダリングできました。先ほどよりもいちごの表面がちょっとボコボコっとしてきたかなと思います。あとは色の問題ですかね。もうちょっとだけノイズ加えましょう。いちごについているこちらのオーバーレイで調整していきましょう。1まで上げて
粗さをちょっと下げていきます。スケールも下げてノイズを大きくしていきます。じゃあこれでもう一度レンダリングしてみます。今回はこれで完成でいいかなと思います。じゃあ保存しておきます。これでショートケーキのシーンのチュートリアル全8回すべて終了しました。長時間のご視聴お疲れ様でした。また近いうちにこんな感じのスイーツのシーンのチュートリアルを作っていきたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。